タイが日本を捨てたことで鉄道計画は大失敗に終わりました。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。タイの高速鉄道計画は中国との提携によって、悲惨な結果になったのです。どういうことですか？その理由も含めてタイの高速鉄道計画について、これから詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。タイでは約670キロもの長さの、バンコクからチェンマイまでを結ぶ高速鉄道を計画していました。しかし、日本との交渉は難航し、最終的に中国を選ぶことになりました。670キロというと東京から広島くらいの距離ですね。なぜ日本との交渉がうまくいかなかったのでしょうか？タイと日本の間では、技術や金額面での認識に大きな隔たりがあったのです。そのため最終的には日本がこれ以上は無理と判断して、事実上撤退することになりました。日本とタイ、お互いに何を求めていたのでしょうか？まずタイ側は、総事業費約1兆7000億円という巨大プロジェクトを計画していました。タイ政府はバンコクとチェンマイという国内の2大都市を結ぶ高速鉄道は、国の発展のために絶対に必要だと考えていたのです。1兆7000億円ですか？とても大きな金額ですね。そうですね。そして当初タイは世界的な実績と安全性を誇る、日本の新幹線技術の導入を検討していました。実際、2015年5月には日タイ間で、事業化調査の合意文書まで締結されていたのです。これは台湾に次ぐ日本の新幹線技術の海外輸出、第2号案件として大きな注目を集めていました。それなら順調に進んでいたように思えますが、何がいけなかったのでしょうか？実はその後、タイ側から次々と厳しい要求が出されており、その要求の一つが、速度引き下げ要求でした。日本の新幹線は時速300キロで走行する計画でしたが、タイ側は、コスト削減のために時速180から 200km に下げてほしい、と要求したのです。それだと新幹線の良さが半減してしまいますね。そうなんです。さらにタイ側は、合弁事業化要求も出してきました。日本側が、資金全額負担プラス低利融資を提案する中で、タイ側は、日タイ合弁企業による運営を主張したのです。これでは日本側の負担が大きくなりすぎます。なるほど。タイ側の要求がどんどん厳しくなっていったのですね。そこに加えて、採算性の問題も浮上しました。チェンマイ路線は貨客混載が不可能な旅客専用線のため、採算の確保が難しいのです。また同様の技術を導入した台湾新幹線の累積赤字問題も懸念材料となりました。お客さんが少なければ、いくら素晴らしい鉄道でも赤字になってしまいますね。そうですね。台湾の新幹線は技術的には素晴らしいのですが、開業から長い間莫大な累積赤字を抱えていました。日本側はタイでも同じ問題が起きる可能性を心配したのです。東京と広島のような人口密集地を結ぶのとタイの2都市を結ぶのとでは、乗客数に大きな差があるのでしょうね。その通りです。さらに2014年のクーデター後の軍事政権下で、タイの政策決定が二転三転したことも日本側の不安を大きくしました。政治的な不安定さも計画を難しくする要素だったのですね。他にも様々な要因で計画は停滞しました。タイ側は日本政府開発援助、ODA による 1% の低利融資を期待していましたが、具体的なスキームが整備されなかったこと、中国主導のバンコクからノンカイ路線が事実上の最優先案件になり、チェンマイ路線の優先順位が下がってしまったことなどが挙げられます。タイ側の関心が別の路線に移ってしまったのですね。はい、最終的に日本の新幹線技術を使ったタイの高速鉄道計画は、事実上凍結されてしまいました。このような経緯からタイは日本の新幹線技術ではなく、中国の高速鉄道技術を採用することになりました。なるほど。日本とタイの両方に様々な事情があって、最終的に日本の新幹線は実現しなかったのですね。そうです。次は中国が、どのように参入してきたのかを見ていきましょう。日本との交渉が難航する中、中国がタイの高速鉄道計画に積極的に参入してきました。これには中国の一帯一路という壮大な構想が関係しているのです。一帯一路ってよく聞きますがどんな構想なのですか？一帯一路とは、中国が2013年から推進している巨大経済圏構想です。中国を中心に、アジア、ヨーロッパ、アフリカをつなぐ、現代版シルクロードを作ろうというものなのです。なるほど。その構想の中でタイは、どのような位置づけだったのでしょう？中国は ASEAN 地域を一帯一路の要となる場所と位置づけ、特にタイをラオスやカンボジア、ミャンマー、
ベトナムといった周辺国との物流ハブとして活用したいと考えていました。そのためタイの高速鉄道計画に強い関心を示したのです。中国にとってタイは重要な場所だったのですね。そして大きな転機となったのが、2014年12月のプラユット暫定首相の中国訪問です。プラユット首相は習近平国家主席と会談し、高速鉄道を含むインフラ協力で合意しました。さらに2016年8月にはバンコクのフアランポン駅で、中国製車両の試乗式に参加し、欧州基準を満たす素晴らしい車両だ、と公式に評価したのです。首相自ら中国の高速鉄道に試乗したのですか。それは印象的ですね。中国はさらにタイの心をつかむために、非常に魅力的な条件を提示しました。特に注目されたのが物々交換という提案です。タイの主要輸出品である米や天然ゴムと、中国の鉄道資材を交換するという条件を提示したのです。例えば、米100万トンの代わりにレール資材を提供するといった形で、タイの現金支出を抑える案を出しました。それはタイにとって魅力的な提案に聞こえますね。お金を直接払わなくても高速鉄道が手に入るわけですから。また中国は日本よりも 30% 短い期間で設計、着工できると約束しました。こうした条件に魅力を感じたタイは、バンコクからノンカイまでの約609キロの区間に中国製高速鉄道を導入する計画を進めることにしたのです。バンコクからノンカイというと、日本が提案していたチェンマイとは別の路線なのですね。そうです。このバンコクからノンカイ路線の最大の特徴は国際接続が可能な点です。ノンカイはラオスとの国境に位置しており、そこからラオスのビエンチャンを経由して、中国の昆明まで延伸する計画になっていました。つまりこの高速鉄道は単なるタイ国内の路線ではなく、中国との国際鉄道網の一部だったのです。なるほど。単なる国内路線ではなく、中国まで繋がる国際鉄道だったのですね。その通りです。中国はこの国際鉄道網によって、中国と ASEAN 間の貨物輸送時間を、72時間から48時間に短縮することを目標としていました。またアリババという IT 企業が、タイ東部経済回廊内にクラウドデータセンターを建設し、物流管理システムを統合する計画も進めていたのです。鉄道だけでなく IT システムまで含めた大きな構想だったのですね。ではなぜ、タイが最終的に日本ではなく中国を選んだのか、その決定的な理由を見ていきましょう。まず第一に一帯一路の地政学的優位性です。というのもラオスを経由して中国内陸部と直結するルートは、タイを ASEAN の物流ハブとして位置づける戦略にぴったり合致していました。日本が提案していたチェンマイ路線が旅客中心だったのに対し、中国のノンカイ路線は国際貨物輸送需要を重視していたのです。貨物輸送も重視していたことがタイの選択に影響したのですね。さらに条件面の柔軟性も大きかったです。日本が運営権の共同管理を要求したのに対し、中国はタイ側の主権を尊重する姿勢を示しました。また中国が提示した、設計、建設パッケージ契約は、行政手続きを簡素化できるメリットもありました。タイ側の立場や事情に合わせた柔軟な提案だったのですね。この結果タイは中国製高速鉄道の導入を決定したというわけです。チェンマイ路線という国内の重要区間よりも、中国と直結するノンカイ路線を優先したのです。つまりタイが日本ではなく中国を選んだ背景には、単なる鉄道建設という視点を超えた国際物流網の構築や、一帯一路構想への参画という大きな戦略的判断があったのです。なるほど。タイにとっては単なる国内交通の改善だけでなく、国際的な経済圏への参加という大きな魅力があったのですね。そうです。しかし、この選択がタイにとって本当に正しかったのか、次は実際に起きた問題点を見ていきましょう。さて、タイが中国の一帯一路構想に魅力を感じて、選択した高速鉄道計画ですが、実際には多くの深刻な問題が発生しています。どんな問題が起きているのですか？タイの高速鉄道計画は、今や、アジアの鉄道悲劇とも呼ばれるほどの大失敗に終わりつつあります。建設が始まって8年以上が経過した2025年の時点でも、進捗率はわずか31から 36% 程度にとどまっているのです。8年以上もかかっているのにまだ半分も完成していないのですか？そうなんです。そして問題は進捗の遅れだけではありません。当初の計画では2021年に開業予定だったバンコクからナコンラチャシマー間は、すでに4年も遅れ、現在の目標は2027年とされています。しかしこの進捗状況を見る限り、さらに遅れる可能性が高いと言わざるを得ません。当初の予定から6年も遅れるかもしれないのですね。なぜそんなに遅れているのでしょうか？
遅延の要因はいくつもあります。資金調達や設計をめぐる中国とタイの意見の不一致、新型コロナウイルスの影響、土木工事の遅れ、さらに住民の反対による設計変更などが重なっているのです。たくさんの問題が重なっているのですね。また予算超過問題も深刻です。当初の総工費は約4340億バーツ、約 1.5 兆円と見積もられていましたが、第2フェーズの追加によって、総額7740億バーツ、約 2.7 兆円にまで膨れ上がっています。これはタイの国家予算に大きな負担となっているのです。予算が 1.8 倍。それはタイの財政にとって大変な負担になりますね。しかもこの巨額の費用は全額タイ側が負担しています。中国は当初物々交換などの魅力的な条件を提示しましたが、実際には技術提供のみで、建設費用はタイが全て支払うことになったのです。最初に提案されていた米やゴムとの交換は実現しなかったのですか？残念ながら、最初の提案通りには進まなかったようです。例えばインドネシアの中国製高速鉄道でも同様の現象がありました。そこでは建設費が当初の予算から 30% も増加し、73億ドルにまで膨らんでしまったのです。他の国でも同じような問題が起きていたのですね。さらに雇用面での問題も指摘されています。インドネシアの中国製高速鉄道では、中国人労働者1500人以上が投入され、現地雇用は限定的でした。タイでも同様の傾向があり、地元経済への波及効果が疑問視されているのです。それではタイの雇用創出にもあまり貢献していないということですね。また技術移転もうまくいっていません。中国側が建設の主導権を握っているため、タイ人技術者への実質的な技術移転が進んでいないのです。これでは将来的にタイが自力で高速鉄道を運営、保守できるのか不透明です。自分たちの国の鉄道なのに、自分たちで管理できないとなると将来が心配ですね。そうですね。そしてこれだけではなく技術安全面でも多くの問題が発生しています。ナコンラチャ島近郊では住民の反対によって、地上に敷設予定だった線路を高架に変更する必要が生じました。またアユタヤ駅の建設計画はユネスコ世界遺産保護区域に影響を与えるリスクがあり、環境影響評価や設計変更が必要になったのです。事前の調査や計画が不十分だったのかもしれませんね。それに加えて中国規格、期間 1.435 メートルを採用したため、既存のタイ国鉄、期間 1.000 メートルとの互換性がなくなってしまいました。これによって貨物輸送の効率に大きな課題が生じているのです。線路の幅が違うと同じ車両が走れないですしね。その通りです。さらに財政面ではタイの国家債務が、GDP 比 49%、2024年まで悪化する可能性が指摘されています。これはタイの経済に大きな負担となっているのです。国の借金が増えると、他の公共サービスにも影響が出そうですね。また一帯一路戦略の下での中国企業優遇が、タイの政策決定権を侵食するリスクも指摘されています。つまり経済的な依存度が高まることで、タイの主権や自立性が損なわれる懸念があるのです。経済だけでなく政治的な影響も心配されているのですね。このように当初、魅力的に見えた中国製高速鉄道の導入は、進捗遅延、財政負担、技術不安など様々な問題を引き起こしています。2025年現在も、完成時期の不透明さが最大の課題となっており、タイの高速鉄道計画は大きな岐路に立たされているのです。短期的な魅力に惹かれた選択が、長期的には大きな問題を招いてしまったということですね。その通りです。次はもし日本の新幹線技術を選んでいたらどうなっていたかを考えてみましょう。さて、タイが中国製高速鉄道を選んだ結果、多くの問題に直面していることが分かりました。では、もし日本の新幹線技術を選んでいたらどうなっていたでしょうか？確かに気になりますね。日本の新幹線を選んでいたら違う結果になっていたのでしょうか？まず日本の新幹線の最大の特徴は、その安全性と長年の運行実績です。東海道新幹線は1964年の開業以来、乗客の死亡事故が一度も発生していません。半世紀以上にわたって完璧な安全記録を持っているのです。50年以上も死亡事故ゼロなんて素晴らしいですね。特に自動列車制御装置、ATC や、全線立体交差などの、安全システムが導入されており、2004年の新潟県中越地震で脱線した際も車両は転覆しませんでした。このような災害対応力は、タイの気候、地形にも適応できたはずです。地震の多い日本で培われた技術がタイでも役立つということですね。また日本は 1.5% 前後の低利融資を提示していたのに対し、中国は 2% 以上でした。
この差がタイの国家債務を約 30% も軽減できた可能性があったのです。金利が 0.5% 違うだけでも、1兆7000億円規模のプロジェクトだと大きな差になりますね。さらに技術移転と人材育成でも日本には強みがありました。日本はベトナムの都市鉄道事業でも、一貫した人材育成を実施した実績があり、タイでも適用できたはずです。単に鉄道を作るだけでなく、運営できる人材も育てることが重要ですね。また厳格なプロジェクト管理も日本の強みです。新幹線の保守コストは中国製より20から 30% 低いと言われており、50年単位の長期スパンで見れば初期費用が高くても、日本製の方が総合的にはコスト面でも優位だったでしょう。鉄道は数十年も使い続けるものですから、長期的な視点が大切なのですね。さらに台湾新幹線は開業後、日本人観光客が 20% 増加しました。タイでも新幹線体験が観光資源になる可能性があったのです。安さだけを求めた結果楽に総コストが膨らみ、完成も大幅に遅れるという皮肉な結果になってしまいました。日本の鉄道技術の信頼性が改めて分かりましたね。世界最高水準の安全性と定時性を持つ日本の鉄道技術は、やはり素晴らしいものなのですね。ここまで見ていただいた皆さんは、立派な本学の生徒です。これからも一緒に鉄道に関して考えていきましょう。鉄道インフラの整備では、初期コストだけでなく安全性や長期的視点も重要です。このタイの事例は技術選択の重要性を教えてくれています。皆さんはタイの高速鉄道計画についてどう思いますか？コメント欄で教えてください。このチャンネルでは現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。チャンネル登録や高評価をいただけると励みになります。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。